皆様こんにちは。いつもご視聴くださり誠にありがとうございます。本日はですね、前回の続きです。下に埋まっている形を解説していこうと思います。一つの例としてね、こういう動かし方で、くっつきとか桂馬跳びできるよっていうのを見てくださればと思います。で、今回は、今ちょうどね、3つ埋まってる状態で、ここみたいな感じでやってるんですけど、基本的に、こういう動かし方をやれば、くっつきができるよ。桂馬跳びができるよという説明をさせていただきますので、このまま作ってこのまま入れるっていうことをしなくていいんですね。要は桂馬跳びができたとして入れたいところがここだったとしたら、その桂馬跳びをキープしたままここに入れてあげればいいみたいな感じになりますので、最短手順だとは思うんですけれども、一応こういう動かし方をすれば桂馬跳びとかくっつきが出てくるよっていう説明になりますので、ご自身でね、例えば桂馬跳びで説明をしていたとしても、違う動かし方でくっつきができると、自分はなんとなくそっちの方がやりやすいとかっていうのがあれば、もちろんそっちの動かし方で大丈夫だと思いますので、一つの、繰り返しになりますが、例として見てくださればと思います。では、やっていきましょう。まず、コーナーが横を向いてる形ですね。右側を向いてる形で、今回は右が色が揃ってるという形と、左が揃ってる。この2パターンがありますね。ちょっと先に何個あるかっていう説明をすると、残り10個です。というのも、これが綺麗な形で、ここっていうのって皆さんできますよね。I 型作るか T 型作るかっていうのは好みなんですけど、これはできるので、その2パターンを除いたらあと10個だけなんですね。なので、10個のうちの2つ、これです。やっていこうと思います。はい。では、じゃあ、下のやつをやっていきましょう。で、この場合だと、基本的にはこうやって持ち上げてあげて、上面はなんか緑になるらしい。ここに残ってるのはオレンジ。こうやってやってもオレンジが出てくる。ってことは、緑とオレンジだから桂馬跳びになるという感じで覚えておくといいかもしれないんですが、こうやって見てみる。どこに入っててもこうやって見てみる。例えばですよ。今、オレンジしっかり入れないといけないところに入ってて、これの状態なんですけど、これはどこに入ってても同じになるので、こういうことですよね。例えば、今、入ってる場所違います。違う場所にコーナー入れたんですけど、形は一緒です。こう見たとき、ここの色とここの色を見たとき、異色ですよね。だからこう見たときに異色だから、ここ、みたいな、桂馬跳び。異色だから桂馬跳び、みたいに覚えておくといいかもしれないです。こことここを見て異色だから桂馬跳び。右側に向いてるから入れるときも右手で入れれるやつだ。そんな感じで覚えておくといいんじゃないでしょうか。どっかで見つけたってなったら、とりあえずこのラインに持ってきて、異色だみたいな感じで作ってあげるといいでしょう。こことここを見て同色だとなった場合ですね。同色になるんじゃないですか。この場合はこっちです。こっちに持ってきて、向こうに。前回でできたパターンですね。これが入れたいところの反対側に落っこちて、このコーナーを上に乗っけてあげればいいという形になってるんですけど、こういうことです。乗っける。くっつき。なので、例えばこれも同じように、右手で入れたいみたいな、右手で入れたいって言うとおかしいんですけど、右側に下の色がついてるよというような状態で、このラインですね。右手のこの R のラインに、この子を持ってきてあげたとして、例えばですよ。で、こことここの色に注目して、同じ色だから、例えばこっちでくっつきを作るやつだ、みたいな感じで覚えておくといいんじゃないでしょうか。アドリブです。完全に今アドリブです。こんな感じ。慣れてくるとね、こういうわざわざここに持ってきて判断をするっていうことをしなくてもできるようになると思うんで、わざわざここまで持ってきてからやるみたいな。これはこれでいいんですよね。だけど、これちょっと問題ですよね。例えば、わざわざここまで持ってきて、これでしか判断できないってなると、一回ここにいたやつを1、こっち持ってきて、同色だ !1 でこっちに持ってくるって無駄な作業が入っちゃうんで、あまりこういう癖はね、つけとかない方がいいとは思うんですが、最初のうち、もうこれはもうできない方への話なので、最初のうちは、このラインですね。このラインに、このエッジ、ここにいても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 、とりあえずこのラインに持ってきて、ここの色、見えてる色に注目してあげると、くっつきだな、桂馬跳びだな、っていう風に判断ができるんじゃないでしょうか。1、2、3、桂馬跳び。
こっち側にエッジを持ってきて、1、これを乗っける。2、3、くっつき。こんな感じです。で、これの逆バージョンっていうのも全く一緒です。全く一緒なんですが、まあやっておきましょうか。はい。この場合もですね、左側に下の色が向いてるよっていう形になってるだけなので、まあ例えばこの場合だったら、同じこのラインに持ってきて、はい。同色ですよね。っていうことは、なんかここでくっつきができそうですね。こっちに持ってきて、入れたいところと反対のところに落っことしてあげて、乗っけると。こんな感じ。で、これを例えば見つけたってなった時に、このラインにこの子を持ってきてあげて、ここ見てみると、見えてるオーナーの色とエッジの色、ここを見てあげると、異色だってなってるから、異色なんだなと。こんな感じです。簡単ですね。4パターンできました。はい。お次の2パターンになります。で、これは、エッジ。これから出てくる5個ですね。これも含めて。5個は、エッジが下に埋まってるパターンです。エッジが下に埋まっていて、コーナーも下に埋まってるよというパターンの説明になります。これもね、まあ、丸暗記みたいな感じになると思うので、まあ、こういう動かし方なんだなっていうのを覚えてくださればと思います。ここの色綺麗です。っていう風になってるときに、手前を向いてるときと、右を向いてるときです。で、これはもう動かし方を覚えちゃった方がいいかなとは思うんですけれども、まあ、どういう原理でくっつきとか桂馬跳びができてるかっていうのをご自身でゆっくり回して、ぜひやってみてください。では、まず右を向いてるやつの動かし方から説明をします。これを、ここに出しますね。はい。これ皆さんできますよね。右側に下の色が向いてくれてるんで、これをここに持ってくればいいみたいな。そうなんですよ。それだけです。一回出して、まあ今回はこのままここに入れちゃうんで、ちょっとそのまま作っちゃうんですけど、これをここに持ってきて、上げれる動作ってここだけですよね。今の場合は、まあ3つ全部埋まってしまってるんで、こういう動作しかできませんから、まあコーナーを向こうに逃がすっていうことは、このコーナーここに来ないといけないんですよ。なので、一回持ち上げてあげて、ここに2つのブロックを持ってきます。一回持ち上げてあげて、このブロックをここに持ってくると。ほいと。で、簡単ですね。前回と一緒です。なので、まあ基本的に、一回出しちゃうっていう動作は無駄だよねっていう話はしてたんですが、まあ基本的にはね、下のやつってやっぱ一回出しますね。さっきみたいに切れてる場合、上のひっくり返ってるやつと一緒ですよね。切れてる場合って直でくっつきの形っていう風にできたじゃないですか。入れたいところと逆の方向に持ってって乗っけるだけ。だけど、くっついてるやつって一回切んないといけなかったりしたじゃないですか。それと一緒で、今回くっついて入っちゃってるんで、やっぱ出すっていう動作が出てくるのはしょうがないことなんですね。なので、こんな感じで、向こう側で切ってあげて、入れてあげるという風にすると、入れることができます。で、こっち、右ではなく手前を向いてる。出し方がちょっと違います。今はここに出したんですけど、手前を向いてるときっていうのは、こっちに出してあげてください。ほい。そうすると、上の色が一緒になります。ここに持ってくればいいんですよね。それだけです。で、今回はですけど、動かせる位置が先ほどと同様で、これだけなので、コーナーを逃がせるのってここですよね。っていうことは、このコーナーをここに持ってきて、で、このブロックが、このブロックはここに来ればいいんです。なので、くっつきを作ってあげればいいと。こんな感じです。今のこの動かし方っていうのを、ずっとループで練習することができるんですね。この手順って。例えば、じゃあ、今のやつ、くっつき作ったやつで動かしてみますね。1、2、3。で、これをここに持ってきて、4。これをここに持ってきて、5、6、7。で、これをしまってあげます。8、9、10、11。そうすると、右向いてるんですよ。いや、初めての方は、何が違うのって思うかもしれないんですけど、こういうことです。この動きをやったんです、今。この動きを揃ってる状態でやると、こいつ出てきてくれるんですよ。つまりずっとループで練習できるんですよね。右を向いてるときっていうのは、ここに出して、ここに持ってって、T 型にしたやつ。ここに出して、ここに持ってって、T 型にしたやつ。
もう一回同じ動きやります。ここに持ってって、ちぎって、入れてあげる。そうすると、ほら、この形が出てくるんですよ。この形。なので、ずっとループで練習できるんですね。手前がこうっていうのを覚えておけば、手前じゃないやつはこっちなんだなっていうふうにすぐ判断できるので、私はそういうふうにこの形は覚えちゃいましたね。手前の方がこうなんだなみたいな感じで覚えました。そんな感じでループで練習できますよというお話でございました。で、ちょっと補足で説明すると、もし入れたいところじゃないところで今のを発見したら、ここでストップしてあげればいいだけです。もし入れたいところがここだったとしたら、これでここに入れてあげればいいと。入れたいところがここだったとしたら、入れてあげればいいという感じで、今のくっつきだったり、桂馬跳びっていうのを、ここで寸止めした状態で入れたいところに持っていけばいいという感じです。今はもう入れたいところがここなので、持ち替えせずに、こんな風にスムーズに入れれるよっていう感じで動かし方を説明したんですけれども、こんな感じで、各自やりやすいようにやってみてください。はい。お次に、この埋まっていて、ここの色が違うっていうのは一緒なんですが、下の色が手前を向いてるのか、右を向いてるのかという形です。テイク2でございます。1本目に撮ったやつが、割とちょっとね、説明というか解説長かったんで、逆にこれはね、シンプルに言った方が分かりやすいかなと思って、先に両方の回し方の説明をしちゃいます。で、説明をしながらなんですけど、一応このブロックがどういう感じでくっつきになるのかとか、桂馬跳びになるのかっていうのも、合わせて説明しておきますので、よかったらご覧になってみてください。色が違っていて、手前向いてる場合っていうのは、2つ同時に持ち上げちゃいます。2つ同時に持ち上げて、引っ張ります。そして2つ同時に戻します。今、ここに出してあげただけです。そして、これをここに持っていきます。2つ同時にもう1回向こうに向けますね。そしたら、これとこれ切れちゃうんですけど、2つ同時に向こうに持っていって、今度はこの角っちょブロックだけをここに持っていきます。ここに持っていきます。ここね。で、2つ同時に戻します。あら、不思議。桂馬跳びが出てきてるんですね。わけがわかりません。なんだろうね。こんな感じ。桂馬跳びを作ってます。それで入れてあげればいいだけです。1本目に撮った動画がですね、途中で長話が入っちゃって分かりにくかったんで、今みたいにちょっとシンプルに説明をしておきました。手前向いてるやつっていうのはなんか2個ワイドでいっぱい動かすんだなっていう風に覚えておいてくださればいいと思います。復習です。手前向いてるやつは2個同時にやって左。これをここに持ってって2個同時にやって右。さっきは左だったんですけど、右。2個同時に戻す。2個同時にやって左、2個同時に戻す。2個同時にやって右、2個同時に戻す。みたいな。そんな感じです。で、今度はここ一緒ですね。ここがひっくり返ってるんだけど、今度は右向いてるやつですね。下の色が右向いちゃってるよってやつです。こんな感じ。これは、1個動かして、左。ちぎれてます。今度は2個動かして左です。2個動かして左。くっつきできてるんですね。もうあとは言うことないです。くっつきを入れてあげればいいだけです。なんですが、ここで問題があって立ってるんですね。なので、単純にスコンって入れるだけじゃなくて、ここに持ってきて4つのブロックとします。そして、2個一緒にここにぶち込んであげるみたいな感じで覚えておくといいんじゃないでしょうか。2個一緒に立てて、上を回してあげて、戻してあげると。こんな感じです。これも先ほどと同じように A、B で練習ができますので、揃ってる状態で、どっちかの動きをやると別の形が出てくるし、みたいな感じで。じゃあ、同じようにやってみましょうか。揃ってる状態で、これをやると手前が出てきます。手前を揃えたいなっていう動かし方で揃ってる状態でやると、下の色が右向いてくれます。ほら。こんな感じ。なので、ずっとループで練習ができますので、よかったらチャレンジしてみてください。FTL41 個の中で、唯一、
覚えなければいけないというか、こういう動かし方でやるんだねっていうのをぜひ覚えておいていただきたい F2L なんですね。なので、こんな感じで、わかりやすいようにするためには説明省いた方がいいかなと思って、ちょっとシンプルな説明にしてみたんですが、今はここにこれを入れたかったので、こういう動かし方をしたんですけど、例えばの話、先ほどの話じゃないですけど、もし入れたい色の場所が違うところなんだったら、素直に出しちゃってもいいと思うんですよね。それか、途中までの寸止めでやってしまうといいと思うんですよね。要はくっつきとかできてたじゃないですか。だからそのくっつきの状態で寸止めするっていうのもありなんですが、この場合、オレンジ色がこっちに倒れた状態で最後4つをグイって入れたじゃないですか。だからこういう風になっちゃってたりするっていうのもあったりするので、素直にね、入れたいところじゃないところに入ってたら、出しちゃうのを推奨します。出しちゃって、普通にこの上の形として処理をすると。で、もし、入れたいところにこの状態で入ってると。こういう状態が出てきちゃったときは、これめちゃめちゃ便利なので、いちいちこうやって持ち替えて、こうやって持ち替えてとかってやらなくていいので、これすっごくおすすめの回し方ですので、ぜひ覚えてみてください。はい。で、この形なんですけれども、2つ、パターンを説明しておきます。で、おすすめするのは先にお話しする方をおすすめします。動かしやすいのでね、一番最初はその1パターンだけ覚えておけばいいと思います。これ、ちなみにですけれども、もちろん違うところに入ってたら出しちゃっていいと思います。ここに持っていけば、桂馬飛びですよね。出しちゃっていいと思います。いいと思うんですが、これもちなみに寸止めができるんですね。ちょっとやってみますね。ほら、寸止めできるんですよ。なので、ここの手順まで覚えていれば、あとはこいつを入れたいところに持ってって入れてあげるっていうことができるので、よかったらこの手順もぜひ覚えてみてください。はい。では、やってみますね。このブロックを、一旦ここに出してあげる作業なんですけど、スレッジハンマーっていう動かし方をやります。覚えてみてください。手前に右手を持ってきて、人差し指で押し込んで、あとは両方戻してあげるだけです。手前に倒したんで、向こうに戻しますね。で、この子こうやって押し込んだんで、元に戻します。こんな感じ、面白いですよね。崩れずにここに出すことができるんですよね。ここ、全部崩れずに、ここに綺麗に出すことができる。スレッジハンマーっていう動かし方なんですけど、で、このスレッジハンマーっていう動かし方をしたら、1、2、3、4。この形皆さんできますよね。これなんです。これ。向こうでくっつき作ればいいだけです。1、2、3。くっつきできてます。もし入れたいところがこうだったら、そのまま入れてあげればいいだけですと。こんな感じ。つなげて動かしてみますね。この形です。スレッジハンマーをやってあげて、戻す、戻す。これです。この4手の動きをやってあげたら、あとは左、右、左、右みたいなイメージで覚えておいていいと思います。立てて、左、戻して、右、立てて、左、戻して、右なんですけど、ここに持ってくると。右。立てて、左、戻して、右。立てて、左、戻して、右。みたいに覚えておくと入れやすいかなと思います。この動かし方がね、手数は15手でちょっと多いんですけど、見ての通り結構単純な動かし方なので、非常に早く揃えられると思いますので、私はこれがいいかなというふうに思っております。もう一個おまけでご説明する動かし方が、動かし方9手なんですよね。ですけど、これはね、あまりおすすめしない。ちなみに私結構使ってるんですけど、あんまりおすすめしません。というのは、ちょっと動きが複雑だからです。見てみてください。これおまけです。特に詳しく解説するわけではなく、一応動かし方、ゆっくり回してみてください。9手です。この状態ですね。この状態で持って、親指上からスタートです。1、ひっくり返します。ひっくり返しました。で、この黄色3つをここに持っていきます。2、今度は右手の人差し指で手前を1個だけ倒します。3、そしたら右手、今この状態になっていると思うので、もう1回ひっくり返します。4、で、薬指ここにいると思うので、F、こっち倒したんで、
元に戻します。5。で、この2つのブロックをここに持ってきます。6。そしたら、今、ここにコーナーがいるんですけど、7、ここにくっつきできてるんですよね。ここにくっつきできてるんですよ。で、ここがもう入れてくれよってスタンバってる状態なので、8、9。9手で入るんですが、まあ、初心者の方にはあまりお勧めしません。あとはまあ、上手な方とかでもね、まあ、いちいちやっぱこれからこうやって持ち帰るっていうのもちょっとロスになるので、まあ、ただ9手なんですよね。先ほどの手順っていうのは15手なので、よいしょ、1、2、ドドン、ポンみたいな感じでできるんですが、今回のこの動かし方は、回せるかな？ちょっとごめんなさい。カメラに当たっちゃうかもしれない。いきます。1、2、3、4、5、6、7みたいな感じで。もうこれ最後、グインって回すときに人差し指でドンって持ってきただけなんですけど、結構早いんですよね。1、2、3、4、5、6、7、こんな感じです。まあ持ち替えも全くないですし、指使いは結構ね、なんだかんだちょっとなんかこんなんやってそうに見えますけど、すごいスムーズなんですよ、これ。つながりがすごく良くて、2、3、今薬指ここにいるんですけど、下に持ってった時に、ここにあるやつを持ち上げてあげればいいだけなんで、すごいスムーズなんですよね。で、あとはまあ2回回してあげて、で、人差し指ここにいるんで、くっつき作ってあげた後に、これ今ちょっと違う形になってますけど、このまま、こうやって入れてあげればいいだけなんで、これループで練習できます。両方ともループで練習できるので、ぜひね、覚えたての方は練習してみてください。あんまり、なんていうんですかね、憂鬱のところで意識をするよりも、ここで一回切ってあげて、こっからフィニッシュまで向かうっていうリズムの方が、まあ私はですよ。私はこの回し方の場合だったらやりやすいですね。こっからもうそのまま最後のフィニッシュのグリーンのところまで行っちゃうイメージですね。トン、トン、トン。なので、まあ変な言い方しますけど、これがセットみたいな。ひっくり返してここに持っていくっていうのがセットっていう感じでやってあげた方が、まあ私はこの手順を覚えた時に、まあスムーズに回せたなっていう感じなんですが、まあでもこれも人それぞれなんでね、まあそもそも私はこれをあまりお勧めしてないので、手数は9手でとっても早いです。慣れるととっても早いです。なんですが、まあこっちの方がね、約倍、15手。倍ではないんですけど、15手ぐらいかかったとしても、動かし方がとってもスムーズで回しやすいので、で、あとは最後のね、ダブルトリガーとかの練習もできますから、まあ、この動かし方の方がいいかなと。1、2、ここにできてるやつをドドンと入れてあげる。こっちの方をおすすめしておきます。ただこれもね、なんかこう動かし方を見て、最後の最後でくっつきできんのか、みたいなのも結構面白いので、まあ、ぜひね、面白そうだなと思った方は、やってみてください。ちょっと最後に観察をしてみましょうか。これをひっくり返すでしょ？今、ここにいます。で、それをちぎっちゃうらしいですね。ポイポイってやって、今、こことここにいます。で、これを、こことここにいます。で、今度は、これを180度ひっくり返して、こことここにいます。で、今度は、持ち上げて、こことここにいます。で、こうして、こことここにいます。できるじゃねえかと。面白いよね。これめちゃめちゃ面白くて、私は回し方っていうよりは、この、なんか最後の最後にここで、こう鮮やかにこんなちぎれたところからここに集約されていくみたいなのがすごくなんか美しく見えてしまって、この回し方いいなと思って使っているんですけれども、まあでもどうだろうな、瞬発的に、こっちの方が出るような気はするんですけど、まあ見ての通り、今ちょっとこうほぼテーブルに1センチも隙間がないので、もう全然手が動かせない状態で回してるんですが、まあ結構、回しやすい回し方なので、まあもしね、なんかこの回し方が面白いと思った既存のね、動画を見てくださってる方たちはぜひチャレンジしてみてください。私ね、この F2L あんま好きじゃないんですよ。
スカンのよ、この F2L。で、これよく紹介してたんですよ。昔はこうやって入れてたんです。こんな感じ。持ち上げる、U2、引っ張る、U2、引っ張る。ここに T 型できてるから、ポンポンポン。こういう風に入れてたんですが、まあ、さっきのスレッジハンマー型のやつの方が、なんか入れやすかったっていうので紹介をしてるんですが、今回こいつ初ですね。この動かし方。初なんですが、まあ、最も手順が少ない動かし方になるので、まあ、もしね、面白そうだと思う方は、チャレンジしてみてください。一番最後にこれですね。もうラストです。たったこれだけです。これで F2L41 個終了です。これはもうね、出しちゃっていいです。出しちゃっていい。入れたいところにこうやって入っていた時の場合の動かし方をご説明しておきます。おまけね。動かし方、やります。この状態ね。1、2、3。これくっついてます。4、5。はい、これおしまい。おしまいです。ここにできてるし、何にも崩れてないです。なので、入れるという感じでございます。この形ね。ここに持ってきて、1、2、3、4。入れる。こんな感じです。こんな風に、入れたい場所とは違うところが入ってたら、もう出してしまえばいい。出してしまえ。だってもうくっつきできてんだから、もう出しただけでくっつき崩してなかったら、そのまま入れちゃえばいいだけなんで、簡単です。はい。いかがだったでしょうか。F2L を実際、今日、何個覚えた方がいいですよっていう説明をしましたっけ。一番最初のここに埋まってるこのラインに持ってくるといいよってやつってあれ覚える必要ないじゃないですか。なんかまあとりあえずこのラインを見ておいて、右側に向いてるやつでここが異色だったらここなんだなと。T 型なんだなと。で、右側を向いてるやつでここが同色なんだったらここでこっち向きにこう持ってきてここでくっつきを作る I 型なんだなとかっていうのを、まあそれは一応覚える必要があるかもしれないけど、まあそれの右手バージョン、左手バージョンでしょ。で、4パターン。まああとは、こういうのですね。埋まってる場合のここが反転してたり、まあ綺麗に入ってたりするやつですね。こういう感じ。ここは反転してる、手前向いてる。とか、ここは綺麗に入ってる、手前向いてる。みたいな。この4パターンですね。この4パターンはまあ、動かし方を覚えておくといいというのがあるので、まあ4つ。これで8個でしょ。で、上ひっくり返って乗っかってるやつは出しゃいいだけだから9個でしょ。で、あと10個が、これか。ここに、埋まってた、あれですね。スレッジハンマーやっての、これですね。こいつ。このパターンのやつっていうのは、まあ、2つ説明をしましたけれども、まあ、覚えるといいと。だから、4、5。ということは、F2L すべてのパターンで41個覚える必要はなくて、まあ、あくまで私のこの動画のお話にはなりますが、9個。この9個だけ覚えておけば、もうあとは簡単だよという感じなので、手順を覚えるっていうのはこの9個ぐらいで済むっていう話ですね。あとは、もうF2L っていうのは基本的に早くルービックキューブを揃えたいなという入門なんですね。で、どういうことかっていうと、例えば、こういう形をですね、瞬時に、ここだっていうふうに判断できるようになるのって、相当鍛錬しないとなかなかすぐに判断ってできないんですね。やっぱね、そもそも探せない。これ緑だから、白か、違う。緑だから、これだみたいな。こっからスタートなんですよ。で、右向いてて、上の色はここかみたいな。だからこの今の、5秒ぐらいの時間っていうのが、例えばこうやってパッと見た瞬間に、はい、つってすぐにこうやってできるかどうかっていうところは、たくさん回すかどうかっていう話なんですね。なので、皆さんはこの動画、前回の動画と今回の動画を見てくださって、F2L41 パターンが全て回せるようになりました。なったので、ぜひね、この知識を活かして、もう少し判断スピードを速くするという段階にぜひ来てください。面白いですよ。やればやるだけ速くなります。一番最初はね、本当に速くなるのっていうふうに思うはずです。なかなか探せないし大変だよなって思うかもしれないんですが、必ずなります。やってるとできるようになるので、
ぜひね、楽しみながらやってみてください。皆さんにもね、必ずできますので、動画を見ながらいっぱいキューブを回して瞬発的に判断できるようにね、練習を重ねていってみてください。どうでしょうかね。やり方こんな感じだよとか、簡単だよみたいな解説をしているんですけれども、私が伝えたいのはどっちかっていうと、その手順とかっていうことよりも、簡単ですよっていうことを結構伝えたいんですよね。で、ちょっとここの動画とかはね、なんかってなるようなところがあったかもしれないんですけど、一応最後にね、だろうなと思って、ちょっとしっかり、特に余計な言葉とかを挟まずに、こうやって動かすといいよ、みたいな説明はしてたんですが、パッと見た感じね、あれ意外に簡単そうだなって思ってくれたら、これ幸い。私はそれが狙いです。簡単ですよ、ということがお伝えしたいので、それが伝わってくだされば嬉しいなと思っております。簡単です。で、皆さんにもできるのでね、ぜひやってみてください。私事のお話をするとっていうことなんですけど、生徒さんとかでね、私は頭が悪いからっていう子がいたんですね。怒るっていうことはあまりなくて、叱るのもあんまりないですね。叱って女の子の生徒さんが泣いちゃったとかっていうことも何回かはあるんですけど、叱る時とのこの普段のギャップがすごいんで、もうなんか、ピシッとするんですよね、空気が。先生怒ってるみたいな感じで。だからそれがちょっと嫌で、あまりこう、未然にね、叱らなくていいような環境を作るっていうことを意識して、普段ね、やってるんですけれども、その頭が良くないからっていうことを言ったんですが、私はね、もう第一声で、その勘違いをやめなさいという話をしたんですね。要は、自分は頭が悪いというふうに自分で決め込んでるわけですよね。でもそれって、頭が悪いっていうその基準ってテストの点数なんですよね。いや、考えてみてよと。あなたはクラスで100点を取ることを同じだけ勉強したのと。その子以上に勉強したのと。教科書を読んで記憶をすることしたのと。してないでしょと。あなたの頭が悪い、性能が悪いという状態で生まれてきたわけではなくて、あなたが点数を取る訓練をしてないだけだよと。だから、あなたが劣った人間であるみたいな、そういう勘違いをやめなさいと。私は結構きつく叱ったって言うとあれなんですけど、そういうことを説いたんですね。で、これは、例えば逆上がりとかも一緒で、逆上がりできない。できないんじゃないです。やってないだけなんです。それと一緒です。やり方を知らないだけ。ですから皆さんはそのステップを1個超えたわけですよね。やり方分かっちゃったわけです。やればいいじゃない。いいっすよ。楽しいです。ぜひね、楽しみながら SL 習得してみてください。長々と今回も動画をご視聴くださり誠にありがとうございました。それでは、まったねー。